フランスはコロラドアバランチやあとはパンサーズとかのスキルコーチをジュニア育成の部分でカナダのケベック、モントリオールなどで活躍されています。で黒川さんはバンクーバーカナックスの下部組織のワイトワムースで働いていたり、また僕と同じアイスバックスの時に職員で働いていたりしてご縁がありまして、こういうような機会を設けていただいたと思います。で保護者の方々からちょっとご相談がありまして、いろいろ子どもとの距離感であったり、そういうふうな接し方っていうものをどうしていけばいいかなっていうのを何度かいただいてたので、ちびっこ協議会の方からコーチの手伝いをするという流れで、そういったものを手伝ってくれる代わりに還元をしてあげたいっていう、八戸の地域貢献してあげたいっていう思いで今回無料講座していただくことになりましたので、いろいろ質問等も遠慮なく忌憚ない意見で聞いていただければと思います。それではよろしくお願いします。すみません、皆さんお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今ご紹介いただきましたけれども、簡単なプロフィールは今、あったままですけれども、今日、カナダでもやはり同じような問題が保護者と子どもたちの間、コーチと子どもたちの間、またコーチと保護者の間っていうのがもう必ずカナダだけに、日本だけに限らずカナダ、ヨーロッパでも同じことが、やっぱり起きてですね。でそれを、しっかり、カナダの育成の指導者っていうのはそこをちゃんと守していくということで、こういう講習会したり全国であったり、私自身も実はサッカー界に、アイスホッケーの仕事もしてたんですけど、その後 J リーグで、8シーズン3年まで、仕事をしてまして、直接子どもたちをサッカーを指導するわけではないんですけども、育成の現場っていうのを目の前で見てきて、サッカー界がどうやって、今の位置に世界で戦える位置に来たかっていう、そこ育成が、すごい非常に重要なウェイトを占めるんですけれども、サッカー界でもこういった、親御さんとの問題っていうような、こういった子どもたちを励ましましょうとか、そういった話をサッカー界でもよくやっているので、そういうのも含めて、僕の方からのお話できたらと思いますけれども、今日限られた時間で45分しかないので、他の地域で今キャンプやってきたんですけども、やっぱり1時間15分とか1時間半になっちゃったり、長い時間、話してるんですけども、今日ちょっと短いことで、できるだけ、コンパクトにお話しいただきたいと思いますので、練習終わってからでもこのセッション終わってからでも練習の後とかですね、声かけていただければいろいろご質問をお答えできると思いますので、よろしくお願いします。I don't know what they said, but it sounds good. Yeah, it sounded very good. So today we'll talk about just the parent part of the hockey. I'm not going to talk about the coaching part. 今日は、コーチについてのお話は今しません。あくまでも子どもたちと親御さんというところでI'm going to ask you a lot of questions, so through Taro, then we'll translate and we'll try to make it work like so everyone. 皆さんにもご質問させていただきますので、よろしくお願いします。Okay, so we make them run. All right, so hockey. Oh, another one that's going to run. 見えますか？後ろの方、小さい。ホッケーゲームファンで。Okay, hockey is a game. You have to remember that as parents. When you play a game, you need to have fun. ホッケーは、テレビゲームとかその他の遊びと一緒で、ただのゲームなので、必ず楽しまなきゃいけない。By the way, this is, I'll tell the coaches the same thing tomorrow. コーチにもこれ、伝えます。So this is very important. これがもうホッケーやる上で最も大切。Okay, so why did you put your kids in hockey? 皆さんなぜ子どもたちにホッケーやってもらいたいと思ってますか？なぜホッケー、スタートさせる、習わせ始める、そういう理由になります。いろんな理由があると思うんですけど、プロになってもらいたいとか、楽しんでもらいたいとか、すくすく育ってもらいたい、いろいろあると思うんですけど。So why?
も皆さんそれぞれもちろん動機があって、No reason? はい。小さい頃から子供、お兄ちゃんの影響で今、下の子供が自分で好きでやりたい。Yep. Okay. Because of older brother. Okay. ちなみに長男の方はなぜ And why did the older brother start playing hockey? 長男、それこそフリーブレイズの試合とか、あと私もちょっとやってたんですけど、そういう影響が。Okay. He likes the blades. I like the song. Green blades. Good blades, good. You have a protein, sure. Okay. やっぱりこう親御さんの思いっていうのはやっぱりなんかいらっしゃいます。Do they like hockey or do they like playing hockey? 子供さん楽しんでます。Yes, they like. Okay, good. They like playing. So they like the games, right? They like practices 練習も楽しんでます。 or そうでもない。様子がない。 yes, practice. Okay. Do they like being with friends? 友達と一緒に楽しい。 I'm giving you the answers. I shouldn't be giving them the answer. They like being with friends, around friends. Yes? Okay. Any other reasons why they would play hockey? 他に何かありますか、親御さんの気持ち、ホッケーしてもらったり、理由として。 No? Yes? Okay. Now, why do they play hockey for what? To have fun or to play pro or to play in US, Canada? Do they have an objective? Kid. 子供さんなんでホッケーやられてるかっていうのが分かるみたいでしょ。子供自身がプロになりたいとか、大学に行きたいとか、ただ楽しみたいとか、友達がいるか、子供さんのなんか思いって分かると思うんですよ。こんなこと言ってる目的っていうなんでか No objectives? 目的なんとなくEnjoy. Okay. Enjoy. So that's for playing for fun, which is good. There's no wrong answer to me. There's no wrong answer. 間違いないので、子供がね、売れたいっていうどんな答えかもしれない。例えばどっか高校大学でホッケーしたいって言ってるとか、プロ行きたいって実際言葉にして。 Pro? 子供が Okay. Pro. Good. Okay. So do they get scholarships here for university and stuff? Okay. Scholarship. 奨学金で、Okay. That's good. That's for kids. これは子供 Objective for parents is what? For their kid. さっきと理由なんでホッケーしましたかっていうのと似かり寄ったりとか似てると思うんですけど、親御さんとしての目的っていうか、ホッケーやらしてる目的っていうのはどういった理由になりますか？月並みですけど、心と体とあとチームワークですをホッケーをすることで覚えてほしいと思います。
Okay, what else? 他になんか、まあ多分重複するかもしれない。子供たちの思いとか重複するかもしれないですけど、これ大学行ってもらいたいとか、これやってもらいたいっていう、それもあるかも。Okay, I'll ask them another question. Do you think that here, this is a kid's objective or a parent's objective? プロになりたいっていうのは、お子さんの思いでしょうか、それとも親御さんの思いでしょうか。Like, does the kid want this or the parent want this for the kid? 実際子供さんがプロになりたいっていうさっきのキスさん。 Yeah. Okay, good. The others? 他にプロになりたいとかいうお子さんいらっしゃいますか。もしくはご自身がプロに行ってもらいたいなとか。They don't talk about it. Okay, so for parents, okay, very important. When you evaluate your own child, you don't see what I see or what he sees or what someone else sees. ご自身でお子さんを評価するというか、これぐらいだな、これぐらいのとこならいけるのかなというのは、そういう評価っていうのは必ずしも他から出てる評価とは全く間違いない。Okay, we always see our kids higher than they are really in reality. So we're very bad judges when it comes to our own kids. やっぱりご自身のお子さんだとどうしても期待が高くなったり、評価自身もこうしてやれる一応活躍してるんでここまでいけるんだっていうふうに考えがちかもしれないけど、それによってのプレッシャーがかかってしまう。 Okay. I see this back in Canada. We have scouts for NHL scouts, and some of them they have their own kids playing in the junior major, and still they're giving them a higher note than they really are at. So even pro scouts, they don't when it's their own kids, don't evaluate properly. カナダだとスカウトプロのスカウト NHL スカウトって言うんですけれども、彼らですら自分の子供が、評価するときは、うまく仕事とは違ってうまく評価しきれないとついつい別の評価をしてしまう。それが、選手のプレッシャーになったりとか。Okay, so it's very important for parents to let the kid develop on the ice and let the coaches coach. The parent is not a coach. ご両親は、子供たちが、すぐね、その場でプロになっているプロでもないので、プレッシャーかけすぎずに、成長っていうところをしっかり見てあげてください。で、親御さんはコーチじゃないので、コーチにならないと。コーチするのはやっぱりコーチなので、そこにできるだけ任せると、そういう作業をしている。So that's very important, because have you ever seen a kid playing a game and looking in the stands, just looking for approval of the parent? 試合中にとか、練習中もそうですけども、そこにいたり観客席にいる親御さんを見てるのを見たことがあります。 You seen that? Yes. So the kid is not having fun at all. その状態はもう全く楽しんでないと。That's called pressure on the kid. それがもう完全にプレッシャーになってで、親御さんの顔色を伺って、もちろんよく、コーチの方でもあるんですけども、コーチの顔を伺ってプレッシャーになる。So if you put pressure on a kid, instead of enjoying the game and trying better and improving, he's going to regress. やっぱり、
楽しんで、プレーしてない限りやっぱりどこかで壁に当たって、そこから上には当たっていけなくなる。Because he's going to play for parents and he's not going to play for him. そういった形でプレーするのは自分自身にプレーしているというか、自分が上手くなりたいという気持ちでプレーしているので、ご両親のためにプレーしているという状態。 So even you as parents, if you're doing something for someone else, you will never succeed. You have to do it for you first. やっぱり And then ご両親のためにプレーしている状態ではやっぱり上手くならない。自分自身が上手くなりたいとか、こうなりたいという気持ちでプレーしない限りはやっぱり、もちろんある程度のところまではプレッシャーかけて引き上げればある程度のところまで行くんですけども、やっぱりその先が見るのは難しい。どうしても年齢が上がってくればどうしても壁になっちゃう。you'll see me when I'm on the ice with the kids today and tomorrow. I'm worse than them. I'm more a kid than they are. 私が仕事するときは、子供以上にもうちょっと楽しめるように自分自身も楽しむし、幼稚というか自分自身が子供になったように子供たちに接するようにしています。 And the reason why I do that is when they smile, when they laugh, I know when I explain something, I know they will work hard at it and they will progress. そうやって笑顔があったり、楽しんでいる状態が続くと、やっぱり、しんどい練習でもより取り組みができますし、より集中すると、より、子どもたちの、コーチの話も、耳を傾けるということに楽しみ作りを私としてはしています。 Okay, so for parents, okay, hockey versus coaches. Parents, they usually put their son because it's an activity and they want their son to have fun. 右が皆さん左側が親御さんで右側のコーチということは、親御さんとしてはまず、楽しんでもらうスポーツに対して楽しんでもらいたい気持ちがある。 And they also want them, because we've seen it before, they want them to learn something. 先ほど何を期待しますかっていうところでやっぱりそういう社会性だったり、頑張ってもらったりっていう努力することとかもそういうことも学んでほしいと思います。 Is that true or yes? True? You agree with that? それはどうですか？賛成。 Yes. Coaches, they're teachers, so they want the kids to learn. コーチはやっぱり、ただスポーツを教えるだけじゃなくて、やっぱり教育者になるわけです。 And obviously fun comes with it. 同じようにやはり、楽しんで、子供たちを楽しませる。 Because it's fun. When I teach, when I coach, it's fun for me to see that they learn something and they improve. コーチ、私としても子供たちが、何かを学んで、成長している姿に見るっていうのは、コーチとしても楽しいです。 So at the end, parents and coaches they want exactly the same thing for the kid. Exactly the same thing. こうやって比較してみると、コーチと親御さんっていうのはやっぱり同じ目標に対して同じ目標を持っていると。The difference sometimes is parents work on one side, coaches on the other side instead of just working together. やっぱりよく見られるのは、親御さんとコーチの方々が同じ目標なのに違うアプローチをして、別々に働いている、チームとして機能してないということが、よくあります。 That's why we're not always as parents in the locker room, so we don't know what's being said or what's being done or. やっぱり親御さんとしてはいつもロッカールームにいるわけじゃないので、コーチの方がどういった話をしているかっていうのはやっぱりなかなか伝わってこない。なので、ちょっと理解できないという部分が出てくるのも確かになります。 So as parents, you have to trust the coach. なので、そういったことはありますけれども、まず、コーチの方々
を信用しましょう。 You have to trust him that he's going to help your son improve and become a better person. Because any sports you do, whether it's Olympics or NHL or whatever, if you're not improving, you're going to quit eventually. やっぱりどんなスポーツでもやっぱりコーチを信頼して、しっかりやっていくことで、競技力が常にあると思います。 Okay, so I've seen this in Canada. It's probably the same here. Like parents giving money or gifts to kids with that score a goal or have an assist, or that is also putting pressure on the kid because if he scores goals or assists, they give him a gift or money or whatever. I've seen this in Canada. カナダであるんですけども、ゴール入れたり、アシストポイント取ったりすると親御さんが子供のお金あげたり、なんかプレゼント。 So when you do that as parents, telling kids you have to score, you have to have こ points. れをやるっていうことは、点を取りなさいとかポイントを取りなさいっていう、必ずそうしなさいっていう命令に近い。What that does is the kid plays alone because he wants to score. そうなると、チームワークっていうかチームプレーができなくなったり、自分が点数取ることばっかり。But hockey is a team sport. ホッケーはチームスポーツです。 Okay, so if you play alone, you will never succeed. You will never go higher. やっぱり個人プレーが多いっていうのはやっぱり上のレベルではやっぱり厳しくなる。We did that when we yesterday or 2 days ago. We took the fastest kid that was on the ice, and we made a race against a puck. And guess who won? 2日ぐらい前のキャンプでパックと一番足の速い人とパックをパッと打ってそのことを走らせて競争させたんですけど、どちらか So the puck. パックの後ろ。 Okay, so what that proves is the more you pass the puck, the more you will receive, the more points you will have, but working as a team. その意味としては、パスをやっぱり早くつなぐっていうことをプレーした方がではやっぱりいいと思います。 So parents and coaches is the same thing. If the coach says something and the parent says something else, it's not going to help the kid, and the kid's not going to have fun. やっぱりコーチと、親御さんがやっぱ別のことを言い出すと、やっぱ子供たちは迷ってしまって、楽しめなかったり、何が正しいことが分からないからです。そういった意味で、コーチにさっき話したんですけど、指導はコーチに任せて指導するということをできるだけなかなか難しいと思うんですけれども、そうしましょう。サッカー協会でも、同じようなことが今言われてますけど、やはりサッカー協会でも経験者の親御さんがいる家庭ほど危ない。子供が成長しない可能性が高い。逆にプロになるようなハイレベルの家庭のお子さんほど、経験者じゃない親御さんが多かったり、経験者もちろん経験者の親御さんでもプレッシャーかけないとか、こういうことがちゃんとできている親御さんの方がほとんどそういう経験ができる。You understand that part of being a parent and watching your kid on the ice? ご両親としてちゃんと子供をしっかり外から見守っていただいていますでしょうか。でもこういうプレッシャーを与えてしまっているでしょうか。 Because it's very important. Because at the end, everyone wants exactly the same thing for the kids on the ice or the kids back home. The same thing for school. When you send your kid to school, if you don't trust the teacher, it's never going to work. やっぱり学校も一緒で、親御さんが先生を信用できなくなってしまえばやっぱり信用しなくなる。子供も成長が止まってしまう。それと全く同じ。 Right? Yes. Okay. Well,
there any game who's very comfortable talking? Who can talk like some parent? Anyone? Who's able to speak because they don't speak a lot? どなたが積極的にご意見に言えるので皆さん比較的静か Can I pick someone like に選んでいいですか Okay, 僕 you. が訳すので You? Yeah. Is there any game that you hate to play? Anything? なんかゲームの遊びとかでなんか嫌な遊びとかってあります Anything? ご自身がはいまあ、例えば僕がギャンブル嫌いなとかそういうのもあるとなんかゲームで嫌いなもの自分は、まあ、ここにはギャンブルが嫌いだっていうところかな。見たことないギャンブル Gambling? Do you go to gambling because you don't like it? 行きますか Because for you it's not fun? So it's the same thing. それと一緒です子供たちもやっぱりゲームなんて楽しくないことにはやっぱり行きたくない So if you put too much pressure on your son or daughter, if you tell them they have to do this, if you talk like not the same language as the coach, eventually your son or daughter will quit hockey completely. やっぱりこうやってプレッシャーかけ続けると、突然もう何も気づかないうちにいきなりこうやっぱり溜め込んでしまっていきなりもうやめるもう行きたくないいきなりそういうことが起きることがあります I can give you a very good example. I don't know if you know NHL players, but Louis Leblanc was the first round pick overall of the Montreal Canadiens. ルエイ・ロープランっていう本当にカナディアンのドラフト1位の選手がいたんですけど And I had the chance to train him, but every time it was a little hard on the ice with the training, he was saying, "Oh, my knee hurts." Oh. So I knew right away he didn't like it. 彼をトレーニングしてたんですけれどもやっぱり毎回練習のために体が痛い足が痛い心臓をよく出して So what is he doing now? He's not playing hockey anymore, and he's a first round pick overall in the NHL. その後、全体 NHL の全体1位指名選手なんですけどもその後ホッケーやめました Okay. On the other hand, there's a kid that I trained, played for Colorado. The guys made the NHL at 27 years old, which is, you never see something like that, never. 逆にメイデクターが覚え Yeah. At 27. コロラドアラバマランチで指導してた時に27歳の選手が突然NHL に上がっていたそういう大きな選手です I've been training him for 8 years. He made the NHL. No pressure on him, but you can tell he liked to go in the gym. He likes to go on the ice. He likes training. So that's the difference between pressure and no pressure. やっぱり、プレッシそういった選手は、毎日チームが行くのが好きだったり練習に行くっていうこと自体が好きで、もちろん頑張るのもそうなんですけど好きでやって、それが成功に導くので、私自身も今カナダに留学している日本人の子がいるんですけどそういう子たちと話すときは、よく言うのは北海道だとか、ホッケーが盛んな地域の中学生ぐらい高校生ぐらいだったらもう明日の練習行くの嫌だとか明日起きるの嫌だとか練習つらいとかそういうゾーンに入ったら気をつけなきゃいけないとそれ以上上にはいけない選手でそういう気持ちを持たない、難しいですけどできるだけ楽しむということをして楽しんでいる状態であれば先ほどの話じゃないですけどやっぱり辛い練習も、できるとなので、彼の練習なんかは結構足にくるようなすごい心肺機能ハードなことを中学生のグループにはさせるんですけども、かなりきついんですけども子供たちもう終わるときにやっぱり笑顔で楽しかったそれと同じでやっぱり辛い練習も楽しければYeah. Yes. Yep. So Louis Leblanc, a lot of pressure with the parents, telling him you have to perform, you have to do, and he quit hockey.
And Bordelot on the other side, that made the Avalanche the NHL at 27. No pressure from the parent. Have fun, enjoy. NHL でドラフト1位の選手は、親御さんがかなりのプレッシャーを受けていると、そのドラフトされたのが18歳ですけども、18でもまだプレッシャーを受けている。I'm not saying your kids are going to make the NHL. What I'm saying is if you want them to progress, you have to let them play. 皆さんのお子さんが NHL に行くためにっていうお話じゃなくて、あくまでもやっぱり成長するっていうところで。I have kids too, and they play hockey. 私の子供も2人いますけども、ホッケーしてます。And I encourage them in the stands. And when they come back and we're in the car, first question I ask: Did you give your best? Did you have fun? That's it. 子供がいますね。子供が試合終わった後、車に戻ってきて、何を一つに聞くかって言ったら、まずベスト尽くした。今日楽しかったかどうか。この2点の聞きますと。私自身も海外の土地、テレビだとか、取材で見たことありますけど、海外の土地は同じようにやっぱり今日点数取ったとか、今日勝ったとかいう質問をまずしないと、サッカー協会と同じようなことなんですけど、それってやっぱり結果を求めているので、先に結果に生きてしまう。それでも楽しかったかどうかと、さっきのテストをしたかそういう質問をして、子供たちもね、負けたりなんか失敗したら子供たちもすでに監督コーチから話をされているわけで、自分自身も感じているでしょうし、でその上に親御さんがさらにプレッシャーをかけると子供はもう逃げ場がないと。そうなるとだんだん楽しくなくなっていくというのも含めてよくある話だったので、カナダのそうですけどホッケー選手で一番嫌な思い出は子供の時の思い出は帰りの車の中というのがよくありますね。Yeah. Yeah. Yes. And I never say anything negative. Never. 僕はもう一度もネガティブな一つも Okay. So you have to be positive. Encourage is the key. Encouragement to the kid is the key. Not putting pressure, like saying you have to score goals, you have to do this, or why didn't you do this? Because it's a negative message that you're sending. やっぱりネガティブなことを言わないということはやっぱり、今日点数を取ったかとか、なんでこうできないとか、こうしなかったというやっぱりそれはもうネガティブなメッセージを送っていると思っています。 Hockey at the end, hockey is a game of mistakes. If you don't make mistakes, you don't learn anything. ホッケーはやっぱり、失敗する、スポーツ自体が失敗するものなので、失敗を認められないんであればやっぱり成長しないと思います。まずは失敗を認めてください。If you make a mistake, do you know you made a mistake? ご自身でも何かやったときに失敗したときにその直後に失敗したっていう、もちろん気づくこともあると思うんですけども、失敗に気づかれます。So you know you made a mistake. When you do, you know. It's a question. Yes. They know they made a mistake when they do. 失敗に気づきますか？ Yeah, but let's say you make a mistake at work, whatever. 仕事とかでなんかミスしたときにその場ですぐ気づきますし。 Okay. So no. You know when you make a mistake, you already know. So if someone comes behind you and say you made a mistake, why did you make this? What's gonna happen? You're gonna go instead of. 仕事とかで、どこでもこうやって失敗したことで一緒だかって言われると、プレッシャーかけられると、それによってより頑張ろうっていう気持ちになるのか、やっぱりこう疲れて気が落ちちゃう、めいちゃうとか、落ちたでしょう。 So it's the same thing for the kids on the ice. When they make a mistake, they know. So if I bash him and say, "You're not good. You made a mistake. Why did you do that?" He's never gonna learn anything. 子供も一緒で氷の上で失敗したときはもう自分自身気づいていることがあるので、そこでコーチの親御さんがそうやってプレッシャーをかけると、やっぱりそこで成長できない。さらに自分で考えることをストップしてしまったり、いろんな障害に。Well, it's funny because when I coach, sometimes I'm behind the bench, and when I know that someone made a mistake, he comes in the bench, he looks at me, he knows I'm not going to say anything, but I just start laughing,
And I look at him and I smile, and he looks at me and says, and he's the one that's telling me, I know. So I say, oh, you know, you're not going to make it anymore. So it's good, you learn. 子供が実際ベンチで指揮取ってる時に失敗してプレー失敗して帰ってくるんですよ。だけど私は何も言わないので、ただその子は私の方いますけれども、私が笑えば子供たちはもうコーチも気づいてるも分かってるしけども何もそこで言わないと、それによって子供たちは自分の力で学んで次失敗を回復させる。And most of the time I let them give me the answer. When I ask a question, I never give the answer to the kids. I let them give me the answer. That way they remember more than if I give the answer. これもサッカー協会だとか、世界のいろんなスポーツ界でも成功している選手指導者ですけども、指導者としては、親御さんとしてもそうですけども、答えを決して与えない。何か問題が起きたら答えは自分で解決する。自分で解決するわけじゃなくて、自分でまず考えさせる。自分で、考えた答えっていうのは、ずっと覚えてるんですけれども、大人が教えた答えってもう次の日も忘れてる。なので松本さんがよくおっしゃってると思うんですけど、何回やったら分かんないっていうそういうのもやっぱり子ども自身が理解してない、説明も不十分だったり、そこを初めて起こってしまったりということで、やっぱ子ども自身が自分で考えることができなくなって結局また同じことを繰り返す。でもしっかり子どもたち自身で考えたことであれば、もちろん低学年だと1回ではうまくいかないかもしれないんですけども、自分自身で考えた答えならもうずっと一生それはもうホッケーのスポーツでも技術でも同じことで、そういうふうにできたらいい。And if you don't do that, it's exactly the same thing as he's coming back home with his homework, and you say, go play, and you make the homework for him. He's not going to learn anything. It's the same thing. 家に帰ってきて宿題を子供は遊んでて親が宿題をしてあげているのと何らかありません。Okay, so hockey, you have to understand as parents that you need, very important, hockey is a game, you need to have fun, and you have to encourage and be positive. ホッケーはゲームなので、とにかくポジティブに子供たちは親御さんとしては励ましてあげてください。 So that's the key for parents. That's the key for parents. If you want your son to have fun doing it, improve, and maybe because there's no wrong answers. Playing for fun, wanting to play pro, wanting a scholarship. There's no wrong answers. そういったプロになってほしいとか、いろんなことを学んでほしいというのはそういうこと自体にはまた間違い一つもありません。ただプレッシャーをかけたりっていうことをやり方コーチを間違えるとやっぱりうまくいかなくなっちゃう。But whether the answer of whatever here pro or university or just having fun, if they don't get encouraged and if everything is negative, they will never just play for fun. It will not happen. They will not get to the pro level. It will never happen. And they'll never get a scholarship. That will never happen either. やっぱり楽しめないっていう選手であればやっぱりトップレベルでやるっていうのは非常に難しくなる。もちろんレアなケースもあると思います。Do you have questions on that? 何かご質問と読みとあと 7 minutes? Wow. Okay. I have okay. Any questions on that? 質問とかご質問とか No? Okay, very fast. The nutrition part for the parent is very ちょっと important. 簡単に全く別のことです。栄養だと I'm not going to get into details because it could be very long, but ちょっと詳細が長くなるのであまりお話できませんけども how much water a day do they have to drink to be able to perform? パフォーマンス良くするためにどれぐらい1日水を飲めばいいと In liters. 何リッター飲めばいいもう練習じゃなくて生活の中です毎日です How many? A number. 2?
2. That's good? 2. Sounds good? 2 is good? Okay. So 3 to 5 a day. まあ、2リットル3リットルから5リットルぐらいの Okay, that's very important. That's your energy. これはエネルギーの元になるので、まあ、非常に大切です。それはどのぐらいの年齢エリエイジス All ages. 何歳 Like athletes. まあアスリートですね、運動してる人っていう Like you adults, like 3 liters. But if you can get close to the 5, it's better as an athlete. もし5リットルに近いつけるんであれば5リットルの方がいいです。 And when you train, you have to add more water because water is coming out of your body. 練習してるとやっぱりハイドレートどんどん汗が出たりして乾燥していくのでより水を取らない。 How many meals a day for an athlete? 何回ぐらいの食事アスリートはとってると思いますか？1日 Number? 1, 2, 3, 5? 5? You're close. 近いです。 6. 6回 So you have your breakfast, 朝食 snack, 軽食します。 lunch, 昼食 snack, これよくダイエットとかで dinner, ちょっとずつとってください。 snack. 話があります。 Your snack can be a soup. 毎食事の後に The last one, because you need it to digest very fast. 最後はまあスープとか水分で Okay, so those two very important. And besides the training part of it, so far we've seen what you eat, トレーニング以外でまあ大事なこととしては what you drink, 何 is を very 食べて important. るか何を飲んでるか You have the training part. それとまあトレーニングと And one very important is the す sleep. ごい大事なことですけども、しっかり睡眠が取れてるか休みが取れてるか Body rest, has to rest. まず体を休めなきゃいけない。 And for a kid, how many hours a day they have to sleep? お子さんはまあ小さい小学生なのでどれぐらい寝るのがいい She's counting. How many hours? 9時間ぐらい。 9 9? As much as they want. 何時間でもいいです。 You can sleep 12 hours if they want. 22時間で They 寝て need も it. So, but the difference, they don't go to bed at midnight and wake up at noon. でまあ大事なのは夜遅くまで起きてて昼まで寝てるとかそういう睡眠の取り方じゃなくて Like, example, 9 p.m., 9 a.m. Okay, that's 12 hours. 9時に起きれば10時間 Okay, そ so れから朝起きてちゃんと夜寝るタイプ早い早い the older you get, the less sleep you need. 大人になれば睡眠時間短くだんだんなってくる問題ないんですけども子供にとっては睡眠が非常に大事 Okay, so that's very important. If they neglect one of this, it's not going to help them. 食べる飲むトレーニング休むこれが一つでも抜けるとやはりパフォーマンスとしては落ちます Okay, so this is very important. And for me, I know this because when I train NHL players, I also take care of the meal plan. NHL の選手トレーニングするときは標準だけじゃなくてリフトレとあと、そういうミールプラン食事だとかっていうのも全部プログラム作って選手に渡してます And I prepare them. I do all the gym training part of it and all the ice part of it. So I do everything I take one athlete and I do everything. 一人のアスリートにまず全ての So I control pretty much, like, because at the end, it's going to be my name if he doesn't make the team or if he doesn't perform, it's me. So I have to make sure he does perform well. その選手がいいパフォーマンスを見せなければ結局自分の責任になり
り自分の仕事になってかかってくるので、それが一つでもつかないようにしっかりできると思ってます。Okay, so that's why when I control or I know exactly where I'm at training wise, if he's eating properly, if he's drinking properly, if he's sleeping enough, I have to know all this because if he doesn't perform, the team will call me and say what's happening, and I will be able to tell them. こういう先ほどの4つのこの要件が一つに向けるとやっぱパフォーマンス落ちるので、パフォーマンス落ちればチームの方から自分の方に連絡しますと。で、それが自分の責任に関わるので、しっかり一つでも向けがないようにしっかり。And it becomes very important because I do rehab for injured players, and one player I advanced his when he came back to play 2 months before he was supposed to, because I took care of all this. 怪我した選手のリハビリもやりましたけれども、こういうことを全部しっかり管理して正常の状態に戻しました。So that's very important, and for me too because they pay me more. この4つは僕にとっても大事です。僕の給料にかかってくるので。Okay, so but this is very important for your son. If you want him to perform, and in school, not only in hockey, but in school. だけに限らず、学校でもしっかりいいパフォーマンスをしっかりした学校生活を送るためにはこういった健康であることが大事です。水のパートですけども、やっぱり水飲むとやっぱり汗かく。要は乾燥して外に出ていくので、やっぱり水分、人間の体ってやっぱり 70% 水でできるので、やっぱり水を飲まなきゃいけない。で、子供たちが喉乾いたという状態も乾ききってる。その状態はあんまり良くないんですね、いいパフォーマンス出ないんで、喉乾く前に水から、before his feel, before we feel thirsty, Yes. before the Yeah. Because when you feel thirsty, you're already dehydrated, so you have to. It's this times 2. So the 5 liters becomes 10 liters a day. A day. If you're dehydrated, you have to rehydrate your body. It's 10 liters. もし運動とかすごい激しくして汗かけばやっぱりこの倍ぐらいのことです構わない。通常の生活の中で5リットルなので、そうした時はより純粋にお水、水分じゃなくても。Water is better or any liquid. Okay. Water is better. やっぱり水が一番。If you look at something like Gatorade, okay, Gatorade or Powerade, there's a lot of minerals. ゲータレードとかミネラルが入っています。So that will hide the dehydration, but it doesn't mean you're hydrated. 喉が渇いてないように感じるんですけど、飲むと渇きが収まるように感じるんですけど、ごまかす成分が入ってるだけなので、もっと喉が渇く状態。If you want to know if you're hydrated or not, if you're dehydrated, when you pee, it's yellow. 黄色い便が出ると、それも乾いてる。If there's no color, you're hydrated. 白ければだ。If you have like white around the lips, 白い唇が白かったりして、 you're dehydrated. それも乾いてる。I know it's disgusting, but if you spit and it's white, you're 使わない dehydrated. よも白くと乾いてる。So that's why NHL, sometimes you see they spit and it's white. But they do have Gatorade on the bench. NHL 選手とかでも使われている。Because some NHL players are not very smart. They go out, they drink a lot, they don't sleep enough. 中には NHL 選手の生活リズムが悪い選手がいて、飲みに行ったり、あんまり寝てなかったりする。But the career is very small. そうなるとやっぱキャリアが短くなる。そういったのは状態で乗せたり、使われていることを考えます。If they're careful with this, the career longer. これを6レベルになればなるほど気をつけない。水とか水分、汗とか尿になって出るので、要は体からこう悪いものが発生する。体から悪いものが全部流れるので、尿になったり汗になったりということが水に出てくる。You eliminate
If you eat like this and you drink like this, all the toxins are gonna come out of your body automatically. しっかりこう食事とって、水分取れば悪いもの体から全部出ます。 And the only urine that has to be yellow is the first one in the morning because your body, you're sleeping, so it's slow. Okay, so when you get up, it's normal, but after, has to be no color. 起きた時お手洗いと、量がひどかったりするんですけども、それは寝てる間にそういった状態になっているので、ちゃんと水を取れると一緒。Good. What time are we on here? All right. 今ちょっと触りしか今日はねほとんど話してきませんでしたけども、サッカー協会がいろんな僕も紹介してるこういった親御さん向けの冊子だったり、コーチ向けの冊子だったり、いろんなものがサッカー協会のホームページに行くと誰でもダウンロードできたり、しますので、僕が教えてた授業これを親御さん必ず入るので、みんな読んでいただいたり、子供を実施させましょうという今と似たような内容のことに書いてます。サッカー行くっていうフリーペーパーですけども、これ、ウェブサイトもあるので、いろんなコラムたくさん載ってるので、今話したようなことがほとんど同じようなことを言ってますけども、そういったことがサッカーさんに、サッカー界のもとで親御さんのバイブルみたいなのですけど、サッカー界でこうやってもう親御さんがこういうのを勉強して、もちろんコーチもそうですけども、それを20年やってきて、やって今すごい戦いをね、サッカー界にサッカー界の問題と書いてますけども、そういった形でサッカー界のかなり進歩してますので、そういったところから皆さんに学んでいただいたり、私自身もそういうところサッカー界の資料が僕の方にもあったりするので、私の Facebook のページとか後でまたもしお伝えしますけど、そこに記事載せたりいろんな資料を載せたりしてますので、もしご興味があれば送っていただければと思います。それとせっかく今日来ていただいているので、チームの方みんなバラバラだと思いますけれども、ここにいらっしゃる方だけでこの考えで止まってしまうとやっぱりチーム活性化しないと思いますので、ぜひこういったお話を議事録じゃないと思いますけど、何かの形でチームの皆さんでシェアしていただいて、皆さんにそれぞれまた討論していただいたり、いろんな話をしていただければと思います。So don't worry if I do funny things on the ice and I have fun with the kids. It's normal. Just have fun watching it. 今日多分かなり表情でふざけてますけど、さっき言ったように楽しませるできてますので、ご心配。Good. すみません、またあんまり時間がなくて。Okay. Thank また you. その辺にはいますので、随時多分こういううちの子はこうなんだけど、こういう時どうしたらいいんですかとか、そういう話もあるので、それはいかなまたお話。いろいろ知っている知識もあったかもしれませんが、フランス語が言ったことによって確信に変わったこともあると思います。で、競技会でもいろいろ問題点なるべく取り上げて改善していきたいと思いますけども、今日おっしゃってたように親が思う気持ちとコーチが思う気持ちと方向は同じだと思います。ですけども、皆さんの子どもたちが全部納得するような環境っていうのはもしかしたらないかもしれません。ですけども、先ほど申したように同じ方向を向いているので、文句ではなく建設的な意見でコーチやチームに対してアプローチしてほしいし、それが子どもたちに還元していくと思います。で、競技会としてはなるべくいい環境基盤を作っていきたいと思いますので、親御さんたちは子どもを信じながら、そしてコーチを信用しながらいい方向に向かって子どもたちが楽しいホッケーを作れる環境を一緒に作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。黒川さんとフランソワに拍手を。クリニック終わります。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。